白鸚記深海風の章ステラワース特典ドラマ CD 月夜の晩の酒語り。うめえ。今夜の酒は腹の底まで染みてくるようないい酒じゃねえか。ほらよ斉藤、お前も飲めって。こんないい月の晩に飲まないのはもったいないぜ。月が見事なことは認めるが、それと酒はまた別の話だ。存分に酔いつぶれたいなら平助や新八でも誘えばいいだろう。あいつらはあいにく夜の巡察で出ちまってるよ。いいからただ酒でも飲めると思って少し付き合ってくれ。一人で酒かっくらうのもわびしいもんだからな。仕方あるまい。あれ、はじめくんに佐野さんって珍しい組み合わせだね。こんな夜更けに縁側で何してるの？そうじか。俺たちは優雅に月見酒としゃれ込んでるとこだ。そういうお前こそまだ寝てなかったのか？いまいち寝つけなかったからちょっと散歩しようと思って。こんなに月が鮮やかなんだし、早く寝ちゃうのももったいないからね。珍しいな、お前がそういうこと言い出すのは。月とかそんなもんに大して興味ないのかと思ってたぜ。そういう言われ方は心外だな。佐野さんこそ月をめでるっていうよりお酒をめでてるだけにしか見えないけど。花より団子ならぬ月より酒というわけだな。そう言うなって。あんな美人なお月さんに酌されてると思ったらお前らだって悪い気はしねえだろ。まあ酒が進みそうな月夜であることは確かだな。つうことで宗次、お前もこっちで一杯どうだ？仕方ないな。じゃあ今日はわびしい大人の晩酌に付き合ってあげようかな。ね、はじめくん。いいだろう。ただし酔いつぶれても世話はしない。そのまま放置するからな。しかしいい月にいい酒だ。この3人で飲むこと自体珍しいが存外悪くないな。普段騒がしい平助とかうるさい土方さんとかやかましい新八さんとかがいないから静かに飲めるよね。新八のやつなんざもしここにいたら、これで綺麗な姉ちゃんがついてくれりゃ最高なんだがとか言い出すに決まってるからな。じゃあ僕らも綺麗なお姉ちゃん呼んでお酌でもしてもらう？雪村ならばもう眠っている。今から酌のために起こすのは忍びない。放っておいてやれ。あれ、はじめくん、僕は別に誰とは言ってないよ。ほう、綺麗な姉ちゃんって一言で随分と自然に誰かの顔を思い浮かべたみてえだな。はかったな、宗次佐野。いやいや、何言ってんだ。俺たちは何もしてねえって。どっちかというとはじめくんが自分から穴にはまった感じだよね。黙れ。今の流れは明らかに狙っていただろう。俺は別にかの者が綺麗だとかそういうことを論じる立場では。へえ、でも僕は可愛いと思ってるけどね。おっと、お前は随分はっきり言い切ったな、宗次。だって可愛いでしょ。毎日掃除に洗濯にちょこちょこ走り回って、見てるとまるで小動物みたいな気がしてこない？そういう意味だったか。それなら確かに可愛いと言えなくもない。実際あいつが働き者なのは間違いねえしな。普通の女なら男装で軟禁なんて耐えられねえだろうに。文句の一つも言わずに雑用から何からこなしてくれてるんだしよ。今日の食事も雪村が準備してくれたものだったな。他の者が作る料理と食材にも調理法にも大きな違いはないはずだが、雪村の作ったものは妙にホッとする味なのは何故か。それは愛情ってやつじゃない？そういう話をしているわけではない。まあ真面目に言うと、あの子は江戸の生まれだから料理や味の好みが僕たちと合っているんだって言ってたよ。それ以外だと
漬物とかは濃い味と薄い味をそれぞれ作って大使によって出すのを分けてるとかしてるみたい。なるほどな。そういう気配りは女ならではというか、あいつだからこそだな。新選組は男女体だからな。そうした配慮はとてもありがたい話だ。本人はきっとそんなつもりはないんだろうけど、気づかないうちにあの子には随分助けられてるよね。僕たちだけじゃなくて新選組全体としても。ああ、だが雪村自身はことさら自分から誇ったりはしない。逆に弱音を吐く姿も見せないな。その姿勢もあいつらしくて立派だとは思うが、ただ逆に頑張りすぎてて心配になっちまう部分はあるぜ。そうだな。雪村はもう少し俺たちを頼ってくれてもいいと思うのだが。弱音を吐くね。どうした掃除、黙り込んじまって。いや、今ふと思ったんだけど、もしあの子がこの新選組から本気で逃げ出したいって言ったら、二人はどうする？そいつはまた随分と答えにくい質問だな。そもそもくだらん過程だ。新選組に来た当初と違って今の雪村は逃げるなどということを考えてはいないはずだ。それに光道さんの件がある以上。だからもしもの話だよ。答えづらいからってそういう風に逃げるのは禁止。もし雪村がここから逃げたいと思った場合か。そうだな。もしそんな状況になるようだったら、俺はあいつを連れて新選組から逃げちまうかもな。佐野、それが一体何を意味しているかわからぬあんたではないはずだぞ。だからあくまでもしもの話だ。俺だって新選組大使としての誇りがあるからな。単純に女のために後先考えず逃げるってわけじゃねえ。ならそれだけの理由があるってこと？ああ、そもそもあいつが逃げたいって思うのはよっぽどのことだろう。もしこの先新選組が変わっちまって今のあいつが逃げ出したいと思うような場所になっちまったら、あいつを苦しめるような場所になっちまったらってな。その時はためらったりしねえ。あんなけなげな娘を不幸にしちまう組織に未来はねえからな。そうか、佐野はそう考えるか。例えだって、例え。近藤さんや土方さんが舵取りしてる限りそんなことにはならねえと思ってるけどな。で、宗次、言い出しっぺのお前はどうなんだ？あいつが逃げたいって言ったら逃がしてやるのか？僕？そうだね。僕だったらまずはとどまるように説得でもするかな。二人とも何その顔。いや、掃除にしては随分と普通の返答だと思っただけだ。お前のことだから切っちまうとか言い出すかと思ったぜ。もちろん必要があるなら切るよ。あの子が新選組や近藤さんにとって害になるならためらわない。その気持ちは今でも変わってないからね。あいつを切るか。宗次、お前は本当にそれでいいのか？僕にとってそれ以外の答えはないよ。でも今はできれば切りたくないなって思ってるのも事実だから、その時が来たら一度はあの子に言葉で伝えたいんだ。僕が君を切らなくて済むように逃げないでね。君の場所はここなんだよって。お前はほんとひねくれてるよな。そういう分かりづらい優しさは誤解を招いちまうぜ。別に誤解も何も必要があれば切るのは事実だし。まあそれでこそ掃除って気はするけどよ。それって褒め言葉？まあそう受け取っておくよ。で、最後に残ったはじめくんはもしそういう状況に追い込まれたらどうするのかな？俺か。俺は雪村を。もしもの話だが、
本当に雪村がこの新選組に愛想を尽かし、ここから背を向けて逃げたいと望んでいるのならば、俺はこの手で逃がしてやっても構わんと思っている。はじめくんがそんなこと言うなんて意外だね。タイの秘密を知った者を自由にさせることは副長の意向に反するとか言い出すと思ってたのに。まさかお前がタイの規則に反してでも女と一緒に逃げ出すような選択肢を選ぶなんてな。違う、それは否だ。もしそのような状況に陥ってしまったとしても、雪村は逃がしてやるが、俺はそのまま新選組に残る。あの子だけ逃がしてあげるってこと？それがバレたらはじめくんも無事じゃ済まないと思うんだけど。それなら一緒に逃げた方がいいんじゃねえのか？それはできん。俺は新選組に捧げた身、武士として男として決してそれをたがえることはない。だからこそ雪村をここから逃がしてやることが、俺が彼女にしてやれる精一杯だ。はじめくんはそれでいいの？もう二度と会えなくなると思うけど。それが互いのためならば、俺はただ遠くどこかの空の下でかの者が幸せであればいいと願い続ける。それだけだ。お前も宗司とは全く違う方向で不器用なやつだな。たく、ある意味よく似てるよ、お前らは。宗司に似ているというのは褒め言葉ではないな。さて、酔った勢いでこんなことを話してしまったが、気づいたら随分と雲が出てきたね。月も隠れちゃってるし、この様子だと明日は雨になるかも。酒もなくなっちまったからちょうどいい。今日はこの辺でお開きだな。付き合ってくれてありがとうよ。どうした宗司、難しい顔して。何か気になることでもあったのか？いや、考えたらずっとあの子の話題だったなって思って。言われてみりゃそうか。不思議なもんだな。以前は酒を飲めば話題は決まっていたからな。誰が酒に強いか、一番強い男は誰か。で、近藤さんが芸をしたり、佐野さんが腹踊りしたりね。それが今では雪村の話題だけで時を忘れるとはな。今の話もそれぞれ答えに個性が出てるっていうか、3人とも結論が見事に分かれてたね。そういうもんだろう。土方さんや平助、新八、山崎、三男さん、それに相馬、そのあたりに聞いても一人ずつ違う答えが返ってくるだろうさ。土方さんや三男さんはあの子相手にも全然容赦しそうにない気がするけど。逆に平助や山崎なんて自分の思うまま行動するだろうな。あいつらは武士として純粋すぎるところがあるしよ。ああ。とはいえ、先ほども言った通り、雪村が逃げ出すなど今となってはありえない話だ。かの者はこの新選組のことを本当に自分の居場所だと思っていると言っていたからな。あの子が来てから僕たちは変わったよね。それがいいことか悪いことかわからないけど。いいも悪いもねえよ。世の中変わらねえものなんて何もないんだ。佐野さんはそのあたりサバサバしてるよね。俺はお前らよりちっとばかし長く生きてるからな。ごちゃごちゃ考えてもどうしようもないことがあるってことを骨身に染みて分かってるんだよ。つまりおじさんってことかな。うるせえ。真面目に言ってんだから茶化すんじゃねえよ。俺としては宗司の懸念もわからなくはない。変化というのは時に残酷なものだからな。俺たちはこれまで己の剣の腕を磨くことだけを考えていればよかった。だが今はもうそればかりではいられない。もうじき刀の時代は終わるなどという輩もいるからな。それでも新選組は変わらないしなくならないよ。
近藤さんがいる限り根っこのところが変わることはない。そうだな。時代が流れる水のように絶えず形を変化させても流れる方向だけは変わらない。それでいいのかもしれん。ずいぶん長々と語ってしまったな。夜も更けたことだし、俺は先に床に入らせてもらうぞ。おう、無理に付き合わせて悪かったな。それじゃ眠気も襲ってきたし、僕も寝よっかな。佐野さんはどうする？まだ寝ないの？ああ、せっかくだ。俺はもう少しここで酔いを覚ましてから行く。そう。じゃお先に。うっかり縁側で寝ちゃって明日土方さんに叱られないようにね。わかってるよ。お前こそ最近風邪気味なんだろう。ちゃんと布団で寝ろよ。はいはい。まったくみんな過保護だな。流れる方向さえ変わっていなければそれでいいか。斎藤のやつなかなかいいこと言うじゃねえか。いい月だ。今度はあいつを月見に誘ってみてもいいかもな。俺がここに座ってあいつが隣にいて未来のことを語る。ああ、月夜の酒語りも悪くねえもんだ。沖田総司、森久保祥太郎、斎藤はじめ、鳥海浩介、原田佐之助、遊佐浩二、